ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いやー、12月になりましたね。まあ今年も残すところあと1月ということで、やり残したことってあったりします？やっぱり出ようと思ってたフェスとかが軒並みなくなっちゃったのがちょっと痛いなって。やり残したことがないですね。おお、かっこいい。毎日やりたいことやってるんで。確かに説得力ある。どうですか？やり残したこと僕もないんですけど、今ちょっと話しながらなんか脇ジョリってるなって反り残したことはあるなって思ってるんで、やっぱ脱毛はしっかりしなくちゃダメですね。なるほどね。反り残してる、ダメだな。いらっしゃい。いらっしゃいませ。長崎出身の鉄拳プロゲーマーのお二人じゃないですか。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いしおます。願いします。今週のタイトルは新シーズン開幕で話題の 3D 対戦格闘ゲーム鉄拳7。本日のお客様1人目は長崎出身のトッププレイヤーちくりん選手。昨年公式世界大会鉄拳ワールドツアーで優勝した実力者です。そして同じく長崎出身ののろま選手。2017年鉄拳ワールドツアー韓国予選で優勝するなど数々の大会で実績を残す強豪プレイヤーです。この2人どうやらすごく関係性が深い。ね、長崎出身っていうのはね、なんかちょっと僕言いましたけど、出会いのあたりから伺ってもよろしいでしょうか？出会いはゲームセンター？ゲームセンターですね。僕が中学1年生で、ちくりんが高校生でしたね。確か高校生かな2ぐらいだったのかな。小さい子がすごい細テクあって、なんかめちゃくちゃ強いなって感じで最初話してなかったんですよ、あんまり。後ろで見てるだけで。で僕からもちくりんという名前はめちゃくちゃ聞いてたんですけど、当時鉄拳王黒っていう一番上の段位まで行ってた人で、ゲームセンターで会ってちょっと感動しましたね。初めて会って。じゃあその会う前から存在は知っていたと。存在を知っていました。知ってました。でそこからこうどういう感じで2人の関係は進んでいたんでしょうか？お互い行ってたゲームセンターで大会があったんですよ。鉄拳 6BR だったと思うんですけど、その頃に大会があって終わった後にちょっと話す機会があって、そこが初めて。そうですね。そこでもう自分家来て一緒に家で鉄拳やろうかって話になって、家で鉄拳やりだして仲良くなっていきましたね。僕全然覚えてないです。ひどい。あるあるだ。いい、もう聞きたい。気づいたらちくりんの家にいましたね。なんかそんな感じで、ちくりん家にスロットのジャグラーっていう機種がこう家スロであって、家にスロットがあったんで、当時それで遊んでた記憶まであります。なんで？ゴーゴーランプがバンって光るのがすごい好きで、違う、もう理由としておかしいんじゃない？ちょっとあの快感を家でもちょっと味わいたいなと思って。そういえばお二人って長崎出身って長崎のおすすめスポットとかなんかあったら教えてもらえません？なんか名物とか。あんまり詳しくないんですけど、なんで？ちくりんハウスに常にいるからか。ベタですけど、まあハウステンボスハウスでも最高っすよね。と、まあ夜景が結構綺麗で稲佐山ってところがあるんですけど、稲佐山、世界三大夜景ですかね。そこはおすすめですね。あとはまあ自分家にぜひ。もうね、行けるようになったら行きたいよ。長崎の大村ってとこに住んでて、ちくりんも住んでるんですけど、ご飯なら任せてください。おすすめの食べ物で何ですも、もうラーメン、お好み焼き、定食、全部いけます。もう全部が今並べたりってあんまり言わないよね。ラーメン、お好み焼き、定食全部いけます。何でもいけます。もう居酒屋、食べたいものを連れて行くんで。本当に？はい。長崎ちょっと行くときは連絡しますね。DM します、DM。さあちょっと話進めていきましょう。はい。羽子さんから見てちょっとお二人の印象改めてもう一回聞かせてください。そうですね、自分から見るとまずちくりん選手はやり込みの鬼。そうですね。自分は不器用なんでみたいな話をするんですけど、プレイはもうそんなことないんですよね。ただもうとにかくすごく長く時間かけてやってないとできない。例えばコンボとか、他の本当に世界見渡してもちくりん選手しかやってないんじゃないかみたいなプレーをする。とにかくそうやり込み魔人という、それがね実力につながってると。対するのろま選手は、天才肌のプレイヤーだなという印象があって、野木選手がこう言ってたんですけど、とにかくのろまは人のプレーを盗むのがうまいと。例えばエボジャパン2020一番順位が高かったリロイ使い、日本のリロイ使いはのろま選手なんですね。ただ練習どれぐらいしたんでしたっけ？ 1週間です。1週間ですよ。本人のねセンスが
こう光ったっていう。他の人も同じリレーを使っていた中で、その差って何なのだろうと考えると、やっぱり強いプレーをしているところをうまく取り入れる能力というか、センスというか、そういうところが優れてる選手なのかなっていうのと、あと非常に反応が早いイメージがありますね。だからそういう印象個人的にはあるんですけど、お互いはいかがですか？どういう。ごもっともですね、はめこさんが言う通り、なんかこんなに近くに住んでるのに真逆のプレイヤーじゃないですか、結構。最近僕はチクリンを見習ってちゃんとやるようにっては思ってます。なるほど。ってなるとチクリンさんから野々間さんに言いたいことみたいな結構あるんじゃないですか？ものすごくありますこれだけやっぱ才能があるのにやり込まないのはもったいないと思うんですよね。もっと上に行けると思うんですよ、自分は。野呂間はちょっと具体的にここみたいなのあったら知りたいですね。トレもしようよって思いますね。トレーニングモード。僕トレーニングモードが一人でできないっていうのが悩みなんですよけどその新しいことを見つけ出すのがすごく苦手で、例えばこの行動をされた時に5つの答えがあるとしたら僕1個出ればいい方というか、そのシーズン4始まって結構トレーニングモードやろうとした配信をしたんですけど、3キャラ目ぐらいで心が折れちゃって、もうオンラインに潜ってましたね対戦したくなって戦わせよう。戦って覚えようと思ってやっぱそういうことなんですね。私結構ゲームプレイ中は性格がちょっと変わっちゃうんですけど、お二人は変わったりします？ゲームやってる時とやってない時とで。鉄拳だけは本当負けず嫌いなんで、他のことでは全然悔しがらないんですけど、鉄拳だけはもう寝れなくなるぐらい負けたりしたらでもチクリンさんって意外とそのなんか感情を表に出さなそう。感情は出さないようにはしてますけど、やっぱり自分のミスとかがあるとすごい自分にストレスかかるんで、もう水分補給したり扇風機とかで体温冷やしたりして落ち着かせるようにしてます。ちょっと面白かったですよ今の本当にやってんだなって思った。野呂間さんは結構僕短気なのですぐこう熱くなるというか、オフラインでこうやってると隣に対戦相手がいるからちょっとこう気持ちを抑えようってなるんですけど、オンラインだともう人が見えないから、脳内ではもうブチ切れてますね結構。わかる。そんなお二人、鉄拳との出会いはチクリン選手中学生の時というのはね、前回お話を伺いましたけれども、野呂間選手改めて鉄拳との出会いちょっと語ってくださいよ。小学3、4年ぐらいだったかな。もともとゲームが好きで、そのゲームセンターに通ってて、音ゲー、レースゲーム、車ゲーム全部触りましたね。イニシャル D、KOF、いろいろやって、その鉄拳が当時こう人がめちゃくちゃ多くて、他のゲームよりも盛り上がってる感がちょっと自分の中で強くて、やっぱそういうゲームやりたいってなりますよね。たまにこう昼間に来る強い人たちがいて、その人たちを後ろから見てて鉄拳を覚えるようになりましたね。その小学生ぐらいの時で強い人のプレーを見て何をしてるか分かったんですか？鉄拳ってボタンと技がリンクしてて、左パンチを出してる強い技っていう認識をしたら、左パンチをとりあえず押してレバーをどこかこう一緒に入力したらその技が出るっていう認識があったので、それをこうずっと覚えて、次の日の昼にコンピューターでこうコンボとかをやってました。へー、天才っぽい。天才っぽい。リンクしてるよね結構こう。でもその発想にはいけないよね普通コマンド表を見てからこれかってなるけど逆だもんね。そうやって覚えてました。待望の鉄拳7シーズン4のアップデートが配信されたわけですけれども、どうですかシーズン4？いやー素晴らしいですね結構ちょうど良くなったよね。バランスは前より圧倒め的にちゃくちゃ取れましたね、バランスが。バランス調整はもちろんなんですけど、回線がすごい軽くなったんですよ。なんでもうその韓国とかと当たってもう回線後の安定した対戦でできますんで、日本ってお昼から夕方ってランクマッチ潜ってもあんまりマッチングしないんですよ。人がね、韓国サーバーに潜るとやっぱマッチングするんで、もう起きてから寝るまで一生鉄拳できるんですよ。本当にこの時代に生まれてよかったなって思いましたねすごいね。なんだろうね、修行僧みたい実際修行僧なんだろうけど、その発想は。でもやっぱみんな気になるのは、前回のバージョンで強かったあいつはどうなってるとか、強かった技はどうなってるとか。リロイとかカムラムとか、めちゃくちゃこうマイルドになって、僕が使ってるスティーブが結構そのままだったので、現状強いままだったんで、今そのスティーブをとりあえずやって。じゃあスティーブ、ファーカメラのリロイって調べてオンライン対戦に行ったってことですか？今回その三島がすごい強くなってますんで、いいっすね、いいっすね。トップ8とかそういったところに結構残るんじゃないかなとはちょっと考えてますかね。
でそしてここ最近ちょっとですねまたオンライン大会という形で大会が戻ってきているという状況があります。チクリン選手が中心になって行われたチクリンカップオンライン開催もされましたし、久しぶりの公式大会鉄拳オンラインチャレンジ、こちらもね今そろそろなんかこう久々にでかい大会があるなっていう感じですね。しかもオンラインでねサーバーが軽くなったっていうのがもうなんて追い風になってますからね。そうですね。楽しみですね本当に。やっぱりいろんなキャラクターが上位に残るっていうのを自分はちょっと見てみたいんで、そういったのを見るのが本当楽しみですね自分は。2020年もあと少しなんですけれども、これからの目標をちょっと2021年の目標聞きたいね。基本的にやっぱ誰にも負けたくないんで、全部大会も勝ちたいですし、の試合でも誰にも負けたくないっていうのもあるんですけど、かっこいい、もうかっこいい。やっぱ鉄拳を盛り上げたいって気持ちが今すごい強くて、ノビとかとよく話したりするんですよ、どうやって盛り上げるかっていうのを。でそういった普及活動とかにも力を入れつつ、やっぱ自分の腕も磨いていきたいなと思いますね。 YouTube チャンネル登録者数2000人ですかね。この間1000人到達して YouTube チャンネルとよかったらここに載せとくんで。そう勝手に言っててください。いやでもね、そんな2人だからこそ来てもらったからにはちょっと戦ってもらいたいなって思い始めてきましたね。戦ってもらってもいいですか？やりましょう。お願いします。お願いします。やりましょう。よろしくお願いします。お願いします。どんな戦いが見れるか楽しみですね。早速お二人に意気込みを聞いていきましょ負けた時の保険でオションをしなかったです。だから負けたらオションが漏れそうだったからということでちょっと保険を置きながら戦ってます。トイレを我慢すると集中力が上がるっていう研究結果があるので、そうですよね。そうですよね。そうです。やり込んでない人には負けたくないんで勝ちたいと思います。マジレスじゃねえかよ。マジでさ、今夜は2試合選手制で対戦していただきます。ノロマ選手 VS チクリン選手。ちょっと右手か左手かそういうのに注目しながら僕も見ていきたいと思います。ね、さあスタートです。選ばれたのはスープステージということで非常に狭いステージですね。壁があるステージで壁までの距離が近いんで、攻めれば攻めるほど有利になっていく。まずはノロマのスティーブが壁際にこうチクリンのリルを追い詰めて攻めを展開していきます。技1、2、3、4、中段から壁ラリを取って壁コンボをそのままパーフェクト。まずはノロマがラウンド選手。あとこのスティーはボクサーということで手技がほとんどですね。ほとんどの技は手で攻撃するんですが、非常に強力な技をたくさん持っています。壁コンボ、パラベリウムコンビネーション、そしてそのまま壁際の攻めを展開していく。チクリンが苦しいからここはカウンターヒットだがつながりません。でおっとさばいてパンチ攻撃に対して、わあ、そしてダッキングで前に近寄ってくるところに対して総流選手を浮かせ技を決めました。さらに壁に運んで倒してやっぱ壁なんだな。コンボが非常にうまかったですね。今壁に行くかどうかというところだったんですけども、しっかり運び切ってから壁コンボにつないでいきました。でこうチクリンは、このスティーブ上段攻撃が強力なので、このしゃがみ状態になりながら攻撃するしゃがみステータス技をこう対応していってますね。接近戦アンチさばき攻撃を展開していくのはチクリンだが、小技で押し返すか、いやしっかり側から反撃。こちらもまた反撃。しゃがみステータスの下段をそれでも打っていくチクリン。体力は5分ですが2発目割り込んでいる。チクリンが0状態、火力上がっている。どうするか、下段から隅に展開、ガードからおっとバックステップ、これつけないワンツースリー、レイジワこれがレイジだ。前に出たところにしっかりと決めていきました。なんかスカスっていうよりかがっつりと近距離戦ですね。そうですね、やっぱ狭いステージだとそういう展開になりやすいんですね。かつお互いに小技非常に強力です。フォアンツーですとか、ジャブとか速い左アッパーとかそういう技が非常に強いので、近づいて技を押し付けていく。カウンターヒット、難しいコンボですがしっかりできています。見事壁に運べなかったがそのまま有利な状況を展開していきます。壁際、ここは空振りに対して下段を返していくのはチクリン。この下段は何度ももう見ている。そしてイレーザーブロー2つから小技下段で削った。フルセットまでもつれました。ファイナルラウンド。やっぱりちょっと飛びかかる技を対応するのは下段に出た大技1回しか使えないやつ。そうですね、試合に1回しか使えない上回連撃、杖を使った技を回避してしっかりと浮かしていったのはノロマです。体力差が半分、カウンターヒット、これはコンボにはならずだが
体力差まだ続いている。どこまで人つないで壁までいけるか。壁にはいかないが大幅有利。スクリーンどうする。左やっぱ削った。まずはノロマ1試合目を取っていきました。2人ともじっくりとこう小技の応酬みたいなのが続きましたね。これ小技をこう押し付けていきながら相手をこう壁に追い詰めようとしてるわけですね。壁を最終的にうまく使ったノロマ側がダメージ勝ちをしたようなそんな印象の1試合目でしたが、2試合目はどうなるか。今の投げ抜けですよね。恋人同士がふざけてるわけじゃないですよね。恋人同士じゃないですからね。違いますよね。はい。空振りを取られたのはノロマです。前に出てくるところに対してガードから2択を仕掛けていきます下段。チクリンがこの小技を多用してノロマの体力を減らしていきましたが、これでノロマは0状態、火力上がっています。しかしそれを削り取っていく下段。なんかね、派手な空中コンボとかも見どころですけど、こういう展開もまた面白いですね。いつの間にか体力が減ってるっていう。やっぱり下段の存在が大きいですね。鉄拳はその下段攻撃というのは基本的に見てからガードできないぐらい速い技をお互い使うので、その下段のどのタイミングで打っていくかという駆け引き、ここに注目して見ていきましょう。壁際を押し返すために技を打っているのはチクリン。ガードしている。後ろの調味料がさらに打ちまくる。ここも反撃。まだ打つ。よしからガード。チクリン体力はわずか。ダーティーブロー下段削り取っていった。ノルマがラウンドを返してのラウンド3。ここまでやっぱりノルマのこの駆け引きの仕方はかなり効いてますよね。チクリンは下段をあえて打っているところ、おっとしゃがんでいる2発目の上段に対してしゃがんでからしっかり反撃浮かしていきます。そしてコンボも見事だぞ。半分壁に追い詰めて攻めていくのはチクリン。カウンターから繋がってるってやつ。出してとんでもないことになった。ちょっと壁との軸次第では壁コンボの後に相手が壁から剥がれてさらにコンボが入ることがあるんですけど、あれ軸をこうしっかり見てないといけないんで非常に難しいテクニックでした。斜めから当ててます。そうですね、斜めから当てたことでああいった追撃が可能になりました。これでチクリンがリーチ。しかし先ほどこの展開からノロマがね2ラウンド練習しましたから、そんな密着で場外連機。ここはガード。これでもうこの杖を使うことはできなかった。バーディーブロー。勢いで3本目取っちゃおうっていうプランだった。ガードしてから下段に展開していく相打ち。お互いに崩れている。しかしこの体力状況どうだ。4状態でないのはノロマ気にかかるところ。投げは抜ける。投げは抜ける。削ったの。これでノロマが0時。ドライブは潰す。おおパリングからのガードを崩した。すごいすごいすごい。上段ガードすると次の攻撃がガードできなくなる。キックを決めましたね。ノロマリーチ。チクリンは後がありません。左手の攻撃がとにかく速い。左パンチ。からガード暴れているのはノロマ。さらに下段を返してさばいている。どういうか壁コンボ。一気にノロマが有利になる。パラベリウムコンビネーションから置き攻め下段。どうなる。おおターゲット。今までコードミスってしまった。ごめん。勝者ノロマに試合選手。おめでとうございます。これはコメントが気になるぞ。よかったら YouTube チャンネルをよろしくお願いします。ここでだね。まあ確かに世界王者に勝ったのでどうか勝った人はね言えない。よろしくお願いします。やっぱ最後に歩みつしちゃダメですね。右パンの時点で最悪すかしたところで確認してレイジャー止めたらよかったんですけど、そこはやっぱ練習不足ということで課題にして頑張りたいと思います。あなたが練習不足はないと思うんだけどな。いやダメですね。じゃあノロマ選手、この戦い勝敗のキーになったところは一体どこだと思いますか。そうですね、昨日ちょっと時間があったのでめちゃくちゃ結構2、30戦この組み合わせをやって読み合いが一周してたっていうのはありますね。もう事前にこの2人で対戦していたと、慣れていたということですね、ありがとうございます。初級者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。はい、ここからはいつかちゃんの格ゲーレッスンのコーナーです。今週の格ゲーレッスンはガチくん先生に教えていただきます。よろしくお願いします。贅沢だな。まずは CPU 戦。
苦手なアビゲイルと対戦します。うまい。まだ V トリガー使えますよ。そうあ、全然いいね。あと小づくだけ。確かにもう V トリガー使いますよ。いいね。大丈夫。V トリガー溜まっとるよ。そうからの何でいく？もうクズ。そこまでは言ってないんだよな。そこまでは言ってないんだよ。俺たち。頑張れ。あと小づくだけ。小パンでちょっとやれば。いいよ。プロレスターがっつりしてる。まあでも全体的に対空とかねちゃんと出しとったんですけど、気になったのは、受け身をね、取れとらんかったんですよ。そう受け身はやっぱり早く取ることによって相手にその攻めをさせづらくするとか、技を重ねさせんようにするっていうのもできるし、基本は地上戦で距離を詰めていくいつかですが、時折見せるジャンプ攻撃に対してもアドバイスが。相手の前にジャンプするときは大攻撃とかジャンプ攻撃を重ねるのはいいんですけど、相手の上に真上をこうジャンプしたときに台形を出すとスカるんよ、飛びが。やけ、真上に飛んだときは、ジャンプ中キックを押すとかですれば一応表でも裏でもどっちでも技はガードになるんで、そういうところもし飛ぶ結構やっぱり飛びが分かりやすくて使いやすいコードなんで、一回飛ぶときは相手がどこにおるかっていうのを確認して台形を押すか中形を押すかをやれればその攻めは強くなるなと思いました。飛びの位置を確認。確そうかに飛びの位置と受け身。そうですよね、近かったらめくりって習ったはずなのに、もう本当ごめんなさい。全然大丈夫です。めくれずに謝る。今のはね、ザンギエフに謝ったんですよ。ごめんなさい。今ピンポイントのアドバイスいただきましたね。お家ちょっと帰って強化します。はい自分のプレーをありがとうございます。これまで習ってきたこともだいぶ身についてきたようですね。頑張れいつ Z。はい、そろそろ閉店のお時間となりました。やっぱ頭に一番残るのは、もう最後のちくりんさんのごめんがめっちゃ頭に残ります。ありがとうございました。俺ちくりんさんがどんだけなんかボケてくるのかみたいなのを楽しみにしてたんですけど、この組み合わせだとちくりんさんがしっかりとまとめるっていうじゃあどの組み合わせだったらのろまさんがしっかりとまとめるのかっていうのは、ちょっと楽しみですね。次もまた来ていただきたいです。また本当に楽しかったですね。ただ自分こちらの番組でですね、まだ一勝もしたことがなくてそういえば本当悔しいんですよね。なんでまた呼んでいただいて次こそは勝利を収めたいと思います。長崎を出るときに車に財布忘れちゃって、今ちくりんさんからちょっとお金を借りて東京で過ごしてる状態でさらにけどやっぱりこの撮影があったのですごく楽しめたので、0円でも来てよかったなと思いました。はい、よかったです。ありがとうございました。今夜のゲストはちくりん選手、そしてのろま選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週は板橋ザンギエフ選手、フード選手がご来店。三つどもえ戦も必見。お楽しみに。